ごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、ウクライナの戦況解説です。YouTube ではどうしても極端な意見を言う人というのがかなり受ける傾向にあります。例えば私もウクライナの戦況解説を行っているわけですが、一部の人は毎日のようにロシア軍を壊滅させたり全滅させたりしていて、サムネイルを見ただけでは、ウクライナが連戦連勝であっという間に戦争が終わってしまうのではないかと思えるような内容を発信している人もいます。しかし、現実の世界においてはそのような連戦連勝であっという間にロシア軍が全滅してこの世からいなくなるなどということもないわけで、エンタメやお笑い動画とは違ってそのような極端な話が時には全く現実からかけ離れているということもあることを十分に留意する必要があります。そうした意味では私はなるべく過剰な表現や極端に装飾した話というのはしないようにと努めているのですが、それだけに少し面白みに欠けるという点も少しご容赦ください。しかし、面白みに欠けるからこそ現実に即した現状分析であるとは自負しています。それではウクライナの戦況について見ていきましょう。ウクライナの戦況解説で用いる地図は戦争研究所の発表しているものを引用しています。また、私の話す内容については、戦争研究所のほかアメリカの国防総省、ウクライナの参謀本部発表や一般的に報道されているニュース記事などを元にして話していることが多いです。ここ最近の戦況としては、ロシア軍が東部方面、特にロシア国境側に近いクピャンスク戦域での攻撃をしていました。しかし、ここのところこの攻撃は沈静化しています。一方で、ウクライナ軍の領土奪還の戦いは、東部戦線のバフムト、そして南部戦線のザポリージャ州やヘルソン州などで行われています。これ以外にも双方遠距離攻撃で、ロシア軍はたびたびウクライナの集合住宅、病院、ショッピングセンターなどを襲って、一般市民を無差別に攻撃し続けています。それでは対照的に、ウクライナ軍の遠距離攻撃兵器は、徐々に開発が進み、ここ最近ではクリミア半島の軍の基地や兵隊の大動脈であるクリミア大橋などに対する攻撃なども行っています。東部戦線の北側クピャンスク戦域での話。この地域においてはウクライナ軍は領土奪還のための戦いではなく守りに徹しています。ロシア軍はこの地域でウクライナ軍に奪還されてしまったクピャンスクやリマンといった重要拠点に対する再占領を目指しています。しかし、ここ最近の一連の攻撃によって、ロシア軍も大きな打撃を受けました。これは戦いの基本原則である、守りの方が有利であるという状況を、ウクライナ軍が最大限活かしたからです。マリャル国防次官は現状についてこのように話しています。ウクライナ軍の防衛により、ロシア軍に大打撃を与えることに成功した。そのためロシア軍は現在再編中である。彼らは侵略を決して諦めていない。ロシア軍を過小評価してはならない。攻めかかってくるロシア軍の戦車や装甲車を撃破する映像などをウクライナが公表しています。ウクライナ軍はこの地域で守りに徹しているわけですが、すべての攻撃を撃退し続けるというのもまた難しいわけで、戦いはまだまだこれからも続いていきます。東部戦線クレミーナより南、バフムト地域においては引き続きウクライナ軍が町の周辺部に対しての攻撃を繰り返して、じわりじわりとロシア軍の陣地を攻略しています。一方でロシア軍が今どうしているかといえば、去年から攻勢を仕掛けていたアウディーウイカやマリンカに対する攻撃を再び本格的に行うようになりました。アウディーウイカに対する攻撃としては、町本体への攻撃ではなく、その周辺部に対する攻撃を行い、なんとかアウディーウカを包囲下に置こうとしています。ただし、この試みそれ自体は去年から続いていますから、攻撃が始まったからといって慌てることはありません。すでに繰り返されてきた日常的な戦闘の一つです。一方で、ベリカノボシルカから南へと下るウクライナ軍ですが、こちらの方もその歩みは遅いものの確実にロシア軍に対する打撃を与え、領土奪還を進めています。ここ最近激戦が繰り広げられていたのが、ウロジャイネという町で、ロシア軍はこの地でかなり激しく抵抗したようです。ただし、激しく抵抗するにはしたのですが、ここには様々な話が出てきています。例えば、町を守っている部隊を支援するための戦車や装甲車を援軍として送り込もうという話になった時に、町を守っている歩兵たちが士気が低くどうせ逃げ出すんだからという理由をもってして戦車や装甲車といった部隊を出すことに反対する内輪もめが発生したなどという
ちょっと確認不能な話も出ています。また、後方部隊においても、酒によって内輪もめをしているなどという話もあって、このあたり、本当かどうかわからない部分の混乱話というものが様々出ています。まあ実際どのようなことになっているかはわかりませんが、一つ確かなことは、ウロジャイネの町を守ろうとしたロシア軍なのですが、連携がうまくいっていなかったというのは間違いないようです。というのも、町の大部分からロシア軍が駆逐されるに至ったのですが、その撤退の際に戦車や装甲車といったものが駆けつけず、徒歩で町から去っていくロシア軍の兵士たちというのがかなりいたようなのです。ウクライナ軍はそこを狙ってアメリカから供与されたクラスター弾などを用いて歩兵たちを一掃したなどという動画なども公開されています。ウロジャイネは南に脱出口があり、それ以外の三方からの攻撃を受ける状態で、ロシア軍としては撤退路が非常に限られていました。そこにウクライナ軍がドローンで偵察をかけていたものですから、逃げ出す兵士たちを一網打尽にしてしまったというわけです。ロシア軍はウロジャイネの防衛に関してかなりの死傷者を出しているようです。この後ロシア軍がウロジャイネをもう一度取り戻そうとして出てくるかもしれませんが、この地域での戦闘傾向としては、一度奪われたところに対して奪還を仕掛けたとしても、今まで成功した試しがないというのがロシア軍の現状です。ウロジャイネが完全奪還されるのもかなり近々と言えるでしょう。続いては南部戦線ヘルソン州に目を向けましょう。ドニプロ川の水位が下がってからというものの、川を渡ることが以前よりもずっと楽になりました。ただし、川にかかっている橋そのものが復旧されたわけではありません。ウクライナ軍はこの地域に対してボートなどを使って次々と兵士たちを送り込みゲリラ戦を展開。ロシア軍を翻弄し続けています。ロシア軍は戦車等を渡すことができないだろうという思いからこの地域に対する防衛部隊を少し手薄な状態にしていました。そこをうまくウクライナ軍がついて橋頭保を築き、じわりと前進を続けています。続いて、戦場から離れて関連ニュースも見ていきましょう。ウクライナ軍の参謀本部が出している情報なのですが、ロシア軍内部での同士討ちが発生したという発表が行われています。南部ザポリージャ州ムイハリウーカ村では、ロシアの宣伝担当者とチェチェン共和国のカディロフ司令官との対談を撮影中に、カディロフの部下と動員兵であるダゲスタン人の間で口論が起こり、双方が小銃で発砲し合った。その後、衝突の中で占領者の一人は命に別状はなかったものの、多数重傷を負った。この殺人事件をきっかけに、占拠者の部隊同士のグレネードランチャー、手榴弾、消火器を用いての対立に発展した。対決の結果、動員兵のダゲスタン側が勝利し、双方で20人以上の占領者が死亡。40人以上の占領者が負傷した。カディロフ部隊側の指揮官は懲罰として前線に送られたという内容です。この内容ですが、ウクライナ側からの見た話なので、ロシア軍の動員兵であるとか、チェチェン共和国の兵士たちは一列に占領者という表現が行われています。まあどちらにしてもロシア軍内部での戦闘なので、ウクライナとしては何も関与していないんだけれども、勝手に自滅してくれているなという内容です。この話の裏付けとしては、ロシア側にも軍事ブロガーと呼ばれる人たちがいて、戦場やその関連ニュースなどを情報発信しています。彼らの話の中にもこの同士討ちについての話題があることから、少なくともウクライナ側だけが発信しているだけではなく、ロシア側としても認識されている同士討ちのようです。このことそれ自体は確実に発生していると考えた方が良いでしょう。まあ、ただし、発端として何が原因だったかについては諸説あり、単純に酔っ払い同士の喧嘩から始まった銃撃戦だったといったような、かなりくだらない話だったかもしれません。まあそのあたり軍紀が乱れている象徴かもしれません。最後にアメリカからの軍事支援の発表があったので少し取り上げておきます。第44回軍事支援の内容なのですが、防空システムパトリオットの弾薬、ハイマースの弾薬、地雷除去装置、榴弾砲の弾、迫撃砲弾の弾、対戦車ミサイルの弾だったり、消火器の弾薬など様々な補給物資の発表が行われました。残念ながら今回も長射程ミサイル ATACMS の供与について発表はされませんでした。今ウクライナ軍が困っている地雷対策として地雷除去装置を送るというのが盛り込まれており、目立たないけれどもアメリカは支援を続けることを表明しています。なおアメリカの今後のウクライナ支援についてなのですが、
予算をどれだけ獲得できるかというのが今後の焦点となります。これまでアメリカは十分な予算枠を持ってその中で米軍在庫からウクライナへの軍事支援を行ってきました。しかし、その十分に合った予算というのも戦争が長引いてきましたから、いよいよ新たに予算を獲得しなければならない時期です。アメリカは二大政党制の国であり、共和党の方はウクライナへの支援に消極的ですから、今後議会の中においてどのような話し合いで予算額がどの程度に収まるかというのも、この戦争にとっては大きな影響を与えることでしょう。今回取り上げた動きの中で今後の影響も大きそうなのが、南部ヘルソン州におけるウクライナ軍のゲリラ戦の展開です。戦車等を川向こうに渡すのがちょっと難しい状況なのですが、その分だけウクライナ軍は闇夜に乗じての侵入などを繰り返すことによってロシア軍を翻弄し続け、陣地襲撃やロシア兵の補給物資などに対する攻撃を繰り返し行っています。そして陣地を築くところとさっさと引いて一旦展開し直す場所を巧みに活用するなど成果を最大化し、一方で損失を最小限に抑えようとする動きを続けています。ロシア側としてはこの対応にまだまだ苦慮しているようで、他の戦域から部隊を回さなければならないかもしれないという状況に陥っています。ちなみになのですが、南部のベリカノボシルカから南へと下るウクライナ軍なのですが、戦闘を続けることによって一つロシア側に変化が起こりつつあります。それは予備戦力が徐々に枯渇しつつあるのではないかという指摘です。ロシア軍とウクライナ軍、双方が睨み合って前線が形成されるわけですが、どこかで打ち破ることができれば、その穴を塞ぐための部隊というのがどうしても必要です。そのためにいるのが予備戦力です。どこか前線の部隊が破られたんだけれども、予備戦力を投入することによって被害を最小限に抑える。そうしているうちに守りを固めて、ウクライナ軍を押しとどめるというわけです。しかし、度重なる攻勢によってロシア側の被害も重なっていることから、予備戦力が失われつつあり、今のロシア軍が崩壊しないのは事前に作った陣地に逃げ込むことによって、なんとか持ちこたえている状況になりつつあるわけです。そのような状況なのにもかかわらず、ヘルソン州においてウクライナ軍がゲリラ戦を展開し、これに対応するための部隊を回さなければならないとなれば、当然のように、ただでさえ足りない予備戦力をさらに投入することになりますから、ロシア軍の現場としてはかなりギリギリの戦いを迫られることとなるでしょう。1日に何十キロと前進することはできないものの、確実にウクライナ軍の領土奪還のその成果は積み重なっていると私は評価しています。というわけで戦況解説についてはここまで。ここからは余談です。つい先日私の体調についての話をしましたが、皆さんからのコメントたくさんありました。ありがとうございます。同じような経験をしている方が結構いるというのもちょっと驚きなのですが、今すぐどうにかできるといったわけでもない症状ということもあり、なんとかうまくごまかしながら YouTuber としての活動を続けていこうと思っています。さて、本日の話題なのですが、そこからはちょっと変わってというか、少し関連はあるのですが別の話となります。私は9月に引っ越しを行います。今住んでいるところ別に悪いわけではないのですが、同じところに住んでいて変化が全くないというのも気分的に何か停滞するものを感じてしまいます。そういったこともあって今いるところからさあ来月積み替えようというわけです。ちなみに今住んでいるところについては動画の中で喋ったことはないとは思うのですが、今度からはどこに住むかは大まかなエリアとしては発表しようと思います。というのも、これまで私はどこに住んでいても発表できるような内容しか話していなかったわけですが、少し地域ネタというか、日本国内の話についても取り上げることを多くしていこうと思っているので、どこに住むかを明らかにしようと思ったのです。政治的な話としてだけではなく、神社仏閣やエンタメの話などもしようと思っている関係もあります。ちょっと前置きが長くなりましたが、私の住む地域は関西地方です。東京方面に住むということも若干考えていたのですが、いろいろ考えてみても思いつくものがなかったものですから、神社仏閣がいっぱいあって秋の散策にはちょうど良い京都と遊ぶところ食事どころには困らない大阪、この2つの魅力がある関西の方に住もうと思ったわけです。そのあたりの話をするのも良いですし、関西地方というのは政治的には大阪維新の会の勢力圏ですから、そのあたりの話もより地元にいるからこそわかる部分というのを発信できたらいいなと思っています。あとは住むところを変えることによって少し気分も
一新したいという思いもあります。引っ越しをするその前後においてはどうしてもバタバタして、また活動が低調になることもあるかとは思いますが、それもまたご了承ください。というわけで、今回の動画はここまで。ウクライナの戦況解説については、話を大げさにすることなく、現状に即した解説を今後も行っていきます。また、今日の余談としては、関西地方に住むということを皆さんに明かしました。まあ、このままの姿で出歩くわけではないのですが、どこかで私とすれ違うということもある人も出てくることでしょう。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見合ったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。